個人的存在の彼方。ジェラルディン・カミンズ著。浅野和三郎訳並びに表釈。1、魂の行進曲。次に述べるところは、魂が順次にたどるべき工程表、いわゆる道中記とも称すべきものである。1、物質界。これが個人的存在の発端である。2、中間界。古代人のいわゆる平図で、死の直後において各自が置かれる休養地。3、無限界。幽界の入り口で、仏教徒のいわゆる蓮のウテナの極楽浄土。一部の人たちから常夏の国、サマーランドと呼ばれるところである。要するに気有者が地上生活の楽しかった記憶のみを寄せ集めて築き上げた取り留めのない無双境。4、色彩界。幽界の第2弾で、個々の意念の働きがようやく自由自在となり、振動の極めて激しい多彩多様の形態を作っている。5、講演会。幽界の第3弾で、そろそろ外貌、色彩、感情などから離脱し、自我の天分、職責を自覚し、個人生活を離れて共同の宇宙生活に入る。6、光明会。これが私のいわゆる霊界で、各自の魂は無色となり、喜怒哀楽の心の模様の上に超越してしまう。無色は筆境、完全に均斉の取れた純理の表現なのである。7、超越界。これが私のいわゆる深海で、無常地の理想郷であり、ここには過去、現在、未来の区別もなく、一切の存在が完全に意識されるのである。これが誠の生命の実相である。現在の宇宙生命の存続中に、人間としてこの境に入るものはほとんどない。類根。同一系統に属する多くの魂の集団で、所属の魂と魂とは互いに共鳴感応する。類根は単数にして同時に複数である。そして類根の指導例が統一原理の付与者である。表現形式。第一の仮想が物質的肉体。第二の仮想が第3回、第4回などにおいて作る有的形態。第3の仮想が球状体で、これが太陽意識の象徴である。表釈。ここに説くところはすでに永遠の大道中に述べてあるところをさらに繰り返したもので、読者の注意を喚起すべく念のためにここに再録されたに過ぎない。マイヤースが試みている七界の分類法は大体において正常である。読者はこれによりてほぼ死後の世界につきての概念が得られると思う。ただし私としては無限界、色彩界、講演界の3界をひっくるめて幽界と呼びたい。なんとなれば、誘拐居住者からの通信を精査等級してみると、彼らは心境の変化につれ、同一人物でありながら、ある時は無限界に住み、ある時は色彩界、講演界などに住むものと思考せられるからである。なお、詳細は括弧の中の仲介を正読されたい。類根説はマイアスの通信中の最も枢要事項であるから、特に読者の注意を希望する、私の提唱する、創造的再生説、また守護霊説はこの類根説の深解によりて初めて釈然とわかる。次にマイヤースが自我の表現形式を3種類に分類しているのも実に達見で、私の調査の結果とも全然符合する。自我は無形の実在である。我々はそれが何らかの形態に宿った時にのみ初めて意識しうるのであるが、現在最も優れた霊媒能力の活用によりて認識しうるところでは、肉体以上に確かに2種の表現形式、仮想がある。すなわち一つは肉体に酷似した有的形態、一つは極度に細かな振動を成しつつある高級上の形態である。これらにつきての十分な知識なしには、到底これから解く高等な心霊上の問題はわからない。